じめまして、こんにちは、こんばんは、ぽっちばばあです。今日は自分で自分に誕生日プレゼントということで、いつもより奮発したお出かけをしようと思います。行き先は羽田。ちょっとどこは遠くに旅行ってわけではないんですけど、羽田周辺をひたすら満喫するっていう一度やってみたかったことを今回やってみようと思います。ちょっと前、昔は一人で出かけるのって寂しいことだって思ってたんですけど、しかも一人で誕生日にこんなことするのってなんかかわいそうな人って思ってたんですけど、今はもう全然気にならなくなって、逆に気兼ねなく楽しめるようになりました。これは年を取ってよかったことの一つになります。ただ単にやりたい時にやっておかないとすぐに年を取るなっていうことに気がついたっていうことの方が大きいんですけどね。羽田空港第一ターミナルに到着しました。いきなりですが、到着して速攻買い物を終わらせました。ここのニューヨークパーフェクトチーズはいつもでくれちゃうので、今日こそはと思って走って買ってきました。ちなみにニューヨークキャラメルサンドも買っておきました。とはいえ、そこまでなんではなかったんですけどね。早速羽田第一ターミナルを練り歩いていこうと思います。ここ飲んでいろんなお土産さんが並んでるんですが、有名どころから今まで知らなかったものが並んでて、発見があって楽しいです。ちなみにうちの実家の近くにも空港があるんですけど、お中元とか贈るものを買いに行くときはいつも空港に行ってたのを思い出しました。羽田は比にならないくらい必須な数多いです。限定品もあるんでプレゼント探しも良さそうかなと思いました。ちょっとお弁当屋さんも気になります。で、奥にアンテナショットがあったんですが、募金も自販機も地帯っていうことに時の流れを痛感しました。続いて展望台にやってきました。この日はあいにくの雨で、といっても小雨程度ではあったんですけども、微妙に傘あったらいいなって感じの雨でした。せっかく来たのでここを見ていこうと思って上の方に登ってきました。ちょこちょこ人はいるみたいで、せっかくなら貸し切りになるんじゃないかと思ってそれを期待していた私にはちょっと残念でした。で、ここで飛行機に見てみるのが、どこにも行ってないのに海外に行った時なも飛行機に乗る前のワクワク感を思い出して、空港の展望台はそういう意味で私の好きなところです。たまに気持ちが沈んだ時とかにも来て気分転換するぐらい、もうそれぐらいここは私の好きなところです。そういう羽田第2ターミナルに移動していきます。第2は自販機がいっぱいあって、この方の動画でもチェックしてたんですけど、面白い自販機がたくさんありました。各国の機内食、これずっと気になってたんですよね。で、お隣には、お当地のなのか知らないんですけども、美味しそうな大福の自販機がありました。で、さらに隣は、話題沸騰らしいんですけど、全然知らなかったカレーの自販機とか、噂には聞いてたけど、思ったよりたくさんあって結構まじまじと眺めてみました。で、あとここのはちょっと何言ってるのかわからない商品で、気になって美味しいのかなと思って買ってみたかったんですけど、とりあえず今回は見るだけにしました。冷凍は持って帰るの大変なので、これからすぐ帰る人にはいいですよね。他にも京都の豆大福とかもあって、急いでる人とか買い忘れの人に向けたものなのかなとか思いながら見てました。他にもこういった九谷焼の自販機もあって、これ絶対ガチャン景品じゃんってものもあって、もう見てて飽きなかったです。さっきとラハラに午後になってきたら晴れ間が見えてきました。ここでお昼ご飯にしようと思ったんですけど、お店が混んでたので、お弁当を買って外で食べようかなと思います。お弁当覗いてみたんですが、美味しそうなものはすでに売り切れていました。何にしようか迷っちゃって、でも何買っても美味しそうではあるので、
普段食べれないものを食べたいなと思って、めちゃくちゃ今、吟味しながら覗いております。さて、展望台の方にやってきました。ほんと晴れてくれてほんと助かりました。この景色を見ながらいただこうかなと思います。で、買ってきたのはこちら。まず何でも合う緑茶。そして結局なんだかんだで買ってきたのはこの笹の押し寿司を買ってきました。笹寿司を食べたことはないので、フにくるまってるだけで私はテンションが高くなっちゃいます。で、ちょっと何が入ってるのかわからないので、適当にちょっと開けながら食べていこうと思います。で、まず最初の1個を開けてみたら、これ、酒だったので、これからまず行ってみます。何が入ってるのかわからないので、ひとまず開けていきます。で、私、タイが好きなので、後にします。美味しいものは最後に食べる人なんですよ。ちなみにこの景色を見ながら、食べております。無事完食しました。で、捨てようと思ったら、ハッタの裏に書いてあるのを見つけるっていう。中に移動してきました。ずんだシェイクにちょっとまったりしようと思います。それではまた移動しようと思います。今度は羽田第3ターミナルになります。第3ターミナルは再生なので、やっぱり海外向け仕様になってました。で、こっちも漏れなく展望台へ登ってきました。こっちは国際線なので、国内線とは全く違う雰囲気になってます。こうやって改めて見ると、全く見たことない国が飛行機があるので、飛行機見るだけでも結構楽しいです。海外の派手なのとか、色がすごいのもあって、真摯へと見てみたり、携帯無心にズームしてどこの飛行機かチェックしてみたりとか、しながらこれ見ております。それでは買い物に行ってこようと思います。まずはミニーの本間さん。ここ人気でめっちゃ並んで買いました。続いてはお隣のパン屋さんのボンビボーンさん。こちらも人気でほとんど売り切れてました。こちら私の明日の朝ごはんになります。それではまたバスに乗って移動していきます。実はこの日は正月の三が日で、きっとみんな帰省して逆に混んでないんじゃないかなと選んだんですけれども、意外と海外の方とか、あとこれから移動する人ももっと多くて、心の中でずっとごめんなさいって思いながらこのバスに乗っています。ところで空港内もそうなんですけれども、このバスの移動も非日常的な光景なので、
気分転換には最適です。前半はここまでになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。